ばして反らせる。ポイントは常に両方のかかとを押し合いながら上げ下げすることです。これで足の矯正を行っていきます。バストアップ成功者が必ずやっていることなんだと思いますか？ケアをやってるのに全然変化が出なくてへこみますという方は、ぜひこのバストアップ成功者の4つのルールを参考にしてみてください。こんにちは。表参道にてバストアップサロンをしておりますビムネセラピストのコキアです。こちらのビムネチャンネルでは、私が30歳過ぎてから A から F カップにバストアップした成功体験と1万6000人以上の施術実績をもとに、バストアップ専門家として正しくて効果的なバストアップ方法をお伝えしています。結果が出ないという方は、数日間張り切り燃え尽きタイプだったり、長期間ムラあり気まぐれタイプだったりしませんでしょうか？バストアップ成功者の方からお話を聞くと、皆さん決まって同じことを言います。それは1、毎日やる。2、ケアは15分以内。3、隙間時間に行う。4、この時間はこれをやると決めておく。この4つがポイントです。今回このようなご質問をいただきました。デスクワーク中でもできる下半身の動き、トレーニングはありますか？足首を回したり、足でグーチョキパーしたり、かかとの上げ下げをしたりしているのですが、先生がおすすめする動きがあれば教えていただきたいです。ということで、ご質問ありがとうございます。今回はせっかくなので、バストアップ成功者の4つのルールに当てはまったおすすめの座ったままできる胸トレをお伝えしたいと思います。その前に、まずは4つのルールの解説をしていきますね。体の歪みやこりというのは日々作られるので、毎日やることが大切です。今皆さんは何歳でしょうか？仮に30歳だとしましょう。そうすると、今までの30年間の体の使い方の集大成が今の体の状態ということになります。肩こりがひどい、腰が痛い、猫背で姿勢が悪い、横脚に悩んでいるという方、それってここ数日でできたものではないですよね。長年の体の使い方の癖によって作られたものなので、それを数日でどうにかしようというのはいささか無理な話なのはお分かりいただけると思います。歪みや癖が強ければ強いほど、どうしても時間はかかってしまいます。そこをきちんと理解した上でケアを行わないと、すぐに結果が出なくて、自分の体はバストアップできないんじゃないかと落ち込んだり不安になったりしてしまいます。正しいケアをコツコツと続ければ、バストアップできない体はありません。継続は力なり。とはいえ、毎日やるのはちょっとしんどいなと思う方は多いんじゃないでしょうか。正直私も三日坊主タイプです。私のような三日坊主の人が続かなくなる理由の一つに、頑張りすぎてしまうということが挙げられます。モチベーション上げすぎ、張り切りすぎ、やりすぎの3つのすぎには注意してください。せいぜいやっても毎日15分以内で OK です。ポイントはちょっと物足りないなくらいでやめること。恋愛も全てバラすよりミステリアスな方が魅力的でしょ。試食もちょこっと食べるからこそ、もっと食べたいなってなるじゃないですか。それと一緒です。よし、今日こそ家に帰ったらケアをやろうと気合を入れたのに、いつの間にかお風呂にも入らないで寝落ちをしていた。家に帰ったらやろうと思ったけど、家事や子供の相手をしていたらあっという間に時間が過ぎてしまったなど、ケアを計画通りにできないなんてことありませんか？皆さん忙しい毎日を過ごしているので、時間を確保しようと思ってもなかなかうまくいかないことが多いのではないでしょうか。時間をきちんと確保するとなると、毎日続けられなくなる原因になりますので、そんな時は隙間時間を活用しましょう。まとめてやらなくても1分の隙間時間を見つけて、トータルで15分ほどやれれば OK です。実際にバストアップしたお客様からどんな時にバストアップケアをしていたのか聞いてみたところ、例えば子供のお迎えをしに行く時に手のひら歩きをしていく、お味噌汁が沸騰するまでの時間で壁タッチをする、出勤電車の中で肘伸ばしをする、朝起きてすぐに肩甲骨回しをするなど、皆さんちょっとした時間を見つけて活用するのがとても上手でした。どうしても帰宅してからケアをするとなると疲れ切っているので、なるべく早い時間や仕事中にケアをやってしまうことをお勧めします。例えばコピーの時、トイレタイム、エレベーターでの移動時間、お湯を沸かしている時、朝礼中、どんな隙間時間が仕事中にあるのか、ぜひ
探してみてくださいね。せっかく隙間時間ができたとしても、何をやるか決めていないとあっという間にチャンスタイムは過ぎ去ってしまいます。この時間はこれをやるとルーティン化しておくとスムーズに継続しやすいですよ。例えば最近の私の場合なんですけど、朝の出勤時は姿勢を正して歩いたり、電車の中で移動するときは京式タオルのタオルなしバージョンをこっそりやったり、歯磨き中は壁タッチ、寝る前に肩甲骨回し、パソコン作業の合間の時に肘伸ばしなど、やることを決めて過ごしています。一度ルーティンにしてしまえば、いちいち頭で考えないでスッと取り組めるのでおすすめです。あとは秋っぽい方は週替わりでメニューを組んだり、物覚えがあんまり得意じゃないよっていう方は月替わりでメニューを組んでみたり、自分の性格に合わせてやるのもよしです。今週は下半身を中心に行う、来月は上半身をみっちりやるなど、部位ごとにメニューを組むのもおすすめです。では実際にバスタンプ成功ルールを混ぜ込んだ座ったまま仕事中にできる胸トレをやっていきましょう。今回は下半身をメインに行っていきます。なぜ下半身バストアップなのにと不思議に思う方もいるかと思いますが、バストの育ちやすい体の土台を作るためには足元からまずは整えていくというのが効果的だからなんですね。こちらの動画もおすすめなので、ぜひとも合わせてやってみてください。さあ一緒にやっていきましょう。まずは正しい姿勢を意識してください。骨盤を立てるようにして座ります。座骨と栄陰の三角形で椅子にバランスよく座るようなイメージです。横から見て座骨、肩先、耳が一直線になるように気をつけましょう。次に大きな声援を描くように足首を大きく回していきます。回しにくい方向はより丁寧にゆっくりと行いましょう。内回り、外回りを10回ずつ行います。難しい方は片足ずつで大丈夫です。今度は足指をグーパー動かしていきますよ。10回繰り返していきましょう。思いっきりギュッと縮こめて、思いっきり指を広げます。つらない程度にやってくださいね。次に足裏を床につけて親指だけを浮かせます。親指を下げると同時に4本の指だけを浮かせます。交互に10回ずつ上げ下げしましょう。苦手な方を特に意識しながら行います。足指をしっかりストレッチかけていきます。指先を反らせるように10秒ストレッチをしていきましょう。次に指先を丸めて10秒ストレッチをしていきます。両足を揃えてゆっくりとかかとを限界までしっかり上げたら、今度はかかとをゆっくりと床につけて指先をすねに近づけるようにぐーっと足を反らせます。ゆっくりと10回行いましょう。伸ばして反らせる、伸ばして反らせる。ポイントは常に両方のかかとを押し合いながら上げ下げすることです。これで足の矯正を行っていきます。足を組むように反対側の膝の上にふくらはぎをセットします。ふくらはぎをゆすったりポンポンと弾ませてほぐしていきます。1分間ほぐしたら反対側も同様に行いましょう。はい、お疲れ様でした。終了です。毎日のデスクワークの時にぜひやってみてくださいね。すべて一気にやらなくても一つずつやっても OK ですよ。今回の動画が参考になったよという方は高評価、チャンネル登録、コメントをして応援してください。ナイスおっぱいはニコニコ笑顔で作るべし。えいえいおっぱーい、バイバーイ。